見えてるのか、見えてるのか、まだ見えて、見えてない。見えてる。ああちら。お、なんか、いっぱい人がいる。いっぱい人がいる。いいのかな。よいしょ。ああわあ、こんばんは。はじめまして。おー。待って、コメント早くないですか？嘘でしょ？遅延っていうのにしたよ。あれわあ、こんばんは。はじめまして。わあエマーシュエット改め、茅森エマと言います。今日は、初配信に、お越しいただきまして、本当にありがとうございます。わあ、はじめましてわあちょっと不慣れなもので、コメントを遅延にしたんですけど、それでもこう、目で追い切れなかったりとか、あと今日は話したいことがいっぱいあるので、ゆっくりなるべく話すんですけど、緊張で早口になりがちなのと、お茶を飲むペースが早いので、落ち着いていきたいと思います。よろしくお願いします。早速なのですが、今日のこの初配信を、ハッシュタグでですね、皆さんに実況していただきたく、この左下にあります、茅森初配信に、ツイートをしていただけると、後ほどですね、今ちょっとこうコメントが早いから、見れないなーっていうコメントを、そこにね、書いてくれればとどまってくれるんで、読み返す。もちろんコメントも読み返すけど、読み返しますので、ぜひね、こちらの YouTube の、コメントと、プラスで、良ければツイートもしていただけると、とても嬉しいです。はい。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。いやー、ほんと、こんなにたくさんの方にね、来ていただけるとは思ってなかったので、すごいびっくりして緊張してます。でも、徐々にね、多分解けてくると思うので、まずは今日は、皆さんに私のことを知ってもらうためにですね、まず改めてしっかりとした自己紹介をこれからさせていただけたらと思います。配信は、自己紹介した後みんなで、タグを決めていったりとか、あと私の全身の姿を見ていただいたり、ここ好きなんだっていうポイントだったり、いただいたマシュマロとかをパクパクしながら、お時間過ごせていけたらなって思っておりますので、よかったら最後まで見ていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。日本語が下手なところ、ハーフなんで日本語下手なとこあると思うんですけどそこは多めに見てやってください。では、早速、今日は盛りだくさんなので、行ってまいりたいと思います。よかったらついてきてください。茅森のね、茅を柏と間違えないようにだけお気をつけください。それでは紹介部屋の方に移りたいと思います。よいしょ。はい。移りました。ちょっと待ってくださいね。私がちっちゃい気がする。よいしょ。はい。こちらで、これから自己紹介をゆっくりさせていただこうと思います。柏じゃないですよ。柏なんだけど、ちょっと違うんですよね、文字が。100の方なんです。それだけお間違いないようにお気をつけください。では、自己紹介をしていきたいと思います。よいしょ。はい。
茅森エマと言います。本名はエマ・シュエットなんですけど、こちらの世界だとちょっと馴染みにくいのかなと思いまして、茅森エマという名前も使っていこうと思っております。はい。深いね、森の中にいつも住んでまして、基本ね、一人で、森を、いつもこう、植物とか見てる植物学者をしています。はい、そうなんですよ。で、いつもはね、この姿でいてもあんまり人が入ってこないんで、もう堂々としてるんですけど、人前に立つのは本当に初めてで、未だにちょっと緊張してるのは多分森の中にいたせいかもしれません。ちょっと私が被ってて見えにくそう。ちょっと待ってね。はい。お家がですね、ツリーハウスになってまして、中にはいっぱい植物関係の本とか、あと育ててる草とか、花とか、あとドライフラワーとかいっぱいあります。はい。趣味は動物とか植物のお世話とかお手入れ、あと森を豊かにすることが大好きです。なんで森を豊かにするのが好きなのかっていうと、皆さん、フクロウって、何食べてるか知ってますか？何食べてると思いますか？いろんなもの食べるんですけど、やっぱりね、美味しいのはやっぱり、ね、お肉なんですよね。で、私、お肉好きなんですけど、やっぱり、美味しいお肉は美味しい、そのまたお肉が食べるものからって思いませんか？ねえ、思いますよね。つまりそういうことなんですね。フクロウなんでね。もちろん、いろいろ考えてんですけど、もちろんやっぱり美味しいものはやっぱ美味しいところからね、出たところからかなって思うので、そのためにも森を豊かにしています。はい。性別、年齢は分かってないんですよ、実は。フクロウってちょっと自己紹介の動画でもお話しさせていただいたんですけど、本当にね、見た目とかでも、フクロウを飼ってる方でも判断しにくいと言われてて、ついこの前ですね、ツイッターですごく人気のあるフクロウくんが、突然ね、ある日卵を産んでいたっていうツイートを見たんですけど、本当にそれぐらい、この子女の子だったんだって気づくのって、本当卵を産んだりした時とかじゃないとわからないくらいなんですって。知ってる方いらっしゃる。そうなんですよ。そうそう。なので、私も、卵を産むのか産まないのかでわかんないかもしれないですし、DNA 鑑定をすれば確実になるらしいんですけど、私、まだね、DNA 鑑定してないんでわかんないんですよね。どうなんですかね？皆さんから見て私は何なんだろう。難しいですね。誕生日は12月31日の大晦日になります。今年はまだ来てないみたいですね。そちらの世界も来てないですか？っていうことは今年から早速一緒にお祝いができるかもしれない。お誕生日の時はもちろん自分もね一緒に喜ぶんですけど、皆さんにも何か喜んでいただけるようなことがしたいなーって思ってるので、もしご予定が空いてたらだいぶ先のことなんですけど、一緒に過ごしてくれたら嬉しいです。忙しくなかったらね、
ぜひぜひお願いします。宴だーって一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです。3サイズはこれ私数字書いたんですけどよく分かってなくて、これは人間の皆さんだったらこの数字は分かるんですかね。どうやら後ろ姿の資料もあるとのことなんですけど、後ろ姿のはわかる。わかるんですか。そうなんですか。いや、なんか測っておいた方がお洋服とかね、着やすいからちょっと測らせてねみたいな感じで測ったらこの数字だったんで、この数字ってなんか言えばこれからわかるんですかって言ったらわかるよーって言ってたんで、とりあえず載せておいたんですけどわかる。わかるらしい。よいしょ。こちらがですね、今回許可をいただきまして、よいしょ。正面と背面のですね、お写真をいただいております。よいしょ。見えるかな？これ後ほどですね、ツイッターにも出していいよって、許可いただきましたので、後ほどお出しします。後ろは羽が生えてるのでね、ちゃんと羽が通しやすいようなお洋服になっています。そうなんですよ。このお靴はですね、こう本来の姿であるフクロウの爪のような形になっているのがすごく好きなんですよ。これは後ほどここ好きポイントとかでもろもろ触れていこうかなって思っておりますので、よろしくお願いします。よいしょ。よかったらね、いっぱい今日知ってもらって、ファンアートとかね、書いていただけたら本当に本当に嬉しい限りでございます。よいしょ。はい。それではですね、ここからは、主に私が、こういろいろ最近知ったものになるんですけど、そもそも森の中にいるのになんでこれ知ったのって思う方いると思うんですけど、あとこの世界知ったのってなんでっていう方いらっしゃると思うんですけど、私森の中にたまにこう調査隊みたいな方がいらっしゃるんですよ。でその方がこうたまたまねカバンを落としていかれて、うわなんだこりゃと思って、森管理してるね人間一応フクロウなんですけど、一応ねそのフクロウ兼人間から見るとやっぱこれはもう不法投棄なんでちょっと回収させていただいてね、で中にねパソコンが入ってたんですよ。でなんだろうこれと思って開いたら、なんかどうやらその方いろんなご趣味があって、なんだこれ見たことない。私ずっと植物関係の本しか見てなかったから、知らないなぁと思って見始めてたら、なんかこんな世界があるんだって思って来ちゃいましたそこで、知ったものの中から最近好きなものをねちょっとピックアップしてきましたので、多分ね皆さんも知ってるものが多いのではないかなと思いますので、ちょっとお話しさせていただきますAPEX ができるつよつよの PC がなんかそうなんですよ。なんかファンっていうんですか、なんかすごいめちゃめちゃブオーってなるねやつがついてたやつでした。はい、APEX とウマ娘は自己紹介の動画でもお話しさせていただいたものになるのですが、APEX っていうのは FPS のゲームになります。結構いろんな方がやられてるので、あと無料でできるゲームとのことで割と知られているのかなって思うんですけど、皆さんは知ってますかね。森ってすごいんだな。そうなんですよ。森がすごいっていうよりも調査隊のたまたま
多趣味な方のバッグが落ちてたっていう偶然が偶然でっていう感じですね。あ、知ってる方もいるけど知らない方もいらっしゃる。まあ無料でできる FPS って言ってしまえばほんとそれが説明になっちゃうんですけど、いろんなキャラクターがいてスキルもそれぞれ分かれてて、私は回復スキルがあるライフラインと、あとはトラップを仕掛ける、ガスオジって書いちゃったんですけどコースティックっていうキャラクターと、あと敵がどこにいるか少しその範囲内に入ったら把握できる視野っていう割と新しいキャラクターなんですけど、このキャラクターたちをよく使っています。この子たちでなんとかハンマーは持ちましたまだ倒れてるけどね。いや、徐々に頑張って練習していきたいと思っているので、温かい目で見ていただけたら嬉しいです。よく使う武器はそれぞれいろんな弾の種類があるんですけど、1個ずつ用意しあ、スナイパーが抜けてるけど、大体ねショットガンが多いのでこの武器が多いかなって思うんですけど、視野じゃないのか私正しいの知らないな。視野って言ってたの。R301 っていう武器とフラットラインボルト EVA8 が好きです。ちなみにスナイパーだとチャージライフルかロングボウが好きです。はいなんかガセっぽかったんですけど、この私がすごい使いやすいと思ってるこの R301 っていう武器がなんかそこら辺にポロポロ落ちてる武器じゃなくなっちゃうっていうのを見てめちゃめちゃ焦りました。なんか新しいまたシーズンが始まったり新しいキャラクターが追加されたりするらしくて、これからまだまだこう盛り上がるゲームなのかなと思うので、配信でもできたらいいなって思ってます。はいそうケアパケに入っちゃうって聞いたんですけど、なんか嘘っぽい偽っぽい、なんか本当じゃないらしいですね。わあ、5000人、わあ、ありがとうございます。いや本当5000人が余裕で入れるね森の大きさをちょっと確保できるようにまたね管理場所を増やしていこうと思いますありがとう。これからよろしくお願いします。はい、目指せ、縦半目指せ、全キャラハンマー持ちっていうのをちょっと掲げてね、エイペックスは頑張っていこうと思います。そしてウマ娘、これは今結構やられてる方が多いアプリゲームなんじゃないかなって思うんですけど、やってる方いますか？すでにツイッターの方で私思わずライブラハイっていう今イベントをやっていて、みんなで育てたウマ娘さんを走らせましょうねみたいな感じの、簡単に言えばそんな感じのイベントやってるんですけど、私もそれ参加してあんまりね1位取ったことがなくって、今回はちょっと長距離っていう長いレースなので頑張ろうと思ってね、頑張って育てた子たちで走らせたスクショを上げさせていただきました。今第一レースというか、なんだろう、第1回目のなんか終わって予選が終わって今準決勝みたいな感じなんですよね。でその後決勝みたいな感じで3つに大きく分かれてて、今その2ラウンド目にいるんですけど、2ラウンド目はねまだ今日1回だけやって3勝いかなかったかな、ギリギリいったかないかなかったかな、なんかそんな感じでしたね。本当に強い方々がいっぱいいて、多分この配信見てくださってる方もかなりのトレーナーさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、もしやる機会があったらこういう育て方があるよとか、こういう感じでいつもやってるんだみたいな、自分のトレーナー
トレーナーとしてのなんかこうお話とかまたどこかのタイミングで聞けたらいいなって思ってます。全勝ありがとうございます。ガチャはどのくらいしますか？ガチャは基本的に推しとかなく優劣なくみんな大好きなんですけど、自分がその今育てている馬娘の中でここにこの子いたら嬉しいなっていうタイプの子が来たらついつい回しちゃいがちです。ちなみに今だと短距離がちょっと苦手なので、短距離でどなたか来てくれたら嬉しいなって思ってます。はい。天井まではあんまり行きたくないんですけどね。ピックアップでこの子は外せないマストだってなったらちょっと綺麗な羽1、2枚打って感じかな。って感じですかね。はい。逃げとか先行とか、もうほぼなんか脳筋みたいなタイプの馬娘さんを得意とするトレーナーです。あんまり差し追い込みの育成がちょっとまだ苦手なので、これから練習していきたいなって思ってます。今回の長距離は本当に大変だった。いろいろまたね、これは改めて馬娘の話する回の時にお話しさせてください。羽を売るのか。そうなんですよ。私の世界では羽っていうのはこう筆のねこうところに使われたりするので、やっぱ綺麗な羽は結構高価なんですよ。でもやっぱちょっとプチッするとき痛いんで、あんまりね抜かないように心がけてます。はい。で、最近好きなものはヒーリングミュージックを聴くことです。特にね、最近はね、深海の音を聞くのが好きなんですけど、聞いたことある人いるかな？なんかね、水が怖かったり、あと、こう、水の中に浸かった時にこう、ボコ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 ってする、あれが苦手な方は、多分、苦手なのであまり無理に聞いてとは言わないんですけど、なんていうんだ、なんかね、だんだん最初怖いんですよ、ちょっと。なんかね、水面からバシャーンって入って、こう、ポコってするね、ところがあるんですけど、だんだん深くなってくると、本当にね、なんか、無音に近いんだけど無音じゃない、なんかこう不思議な音になるんですよね。それがすごいね好き、落ち着きます。と私の家の近くに川が流れているので、キービジュアルでママがね上げてるお写真を見てくださった方はなんとなくね気づいたかもしれないですけど、私のね家から川が見えるんで、もうそこの川のねこうさーっと音を聞いてるのが大好きです。最近はそればっかりハマって聞いてるなって感じです。今のもう一回やって需要がこういうのが需要あるんですね。これから私も学びなのでいっぱい学んでこういうのが需要あるんだってちょっと勉強不足だな。それは知らなかった。そうなんだ。メモ。ポコポコ。需要ありと。よし。OK です。今後、あったら言ってくださいね。いっぱい学んでいきます。さあ、前まではね、雨の音とか、よく好きで聞いてたんですけどね。最近はこの深海と川の音が好きです。はい、次。その他好きなゲームとかの話をします。みんな好きなのが、ポケモン結構みんな好きかなって思うんですけど、ゲームと
カードに一応触れてまして、まあ、どちらもほぼエンジョイというか、自分がストーリークリアして楽しんだりとか、カードで、いいの出たら、わ、嬉しい、かわいい、ファイルに入れようっていうタイプのフクロウです。で、ポケモンはいくつか映画があるんですけど、私は水の都ラティオスラティアス大好きです。内容は、まだ見てない方いらっしゃるかもしれないんで、そうだな、難しいんですけど、なんかこう、今の映画をよく知らないんですけど、こう、笑いあり、涙あり、こうちょっとした残酷さありのポケモン映画が大好きなんですよね。で、なんかこう、なんていうのかな、うわー楽しい、かわいい、終始かわいかったで終わるのももちろんいいんですけど、特にこの水の都ラティオスラティアスとかセレビとかジラーチあたりはすごいこうちょっとこうダークなところもあったり、こう悲しいところがあったり、出会いと別れみたいなものがあってすごく好きです。なので水の都をセレクトしました。で、いつかはトリパを作りたいと思っていますポケモンもね、新しい新作がどうやら出るみたいなので、ぜひねやっていけたらなーって思います。そう、ミュウツーとかエンテイとかもこうやっぱちょっとこう悲しかったりねするとこあると思うんですけど、ああいうの大好きなんですよ。新しいねボックスの抽選が当たることを本当に祈ってます。皆さんもうほんと全然当たんないんだもん。だってオンラインからね抽選ができたのを抽選したんですけど、当たってほしい、当たってほしいよ。いつかこう皆さんと一緒にね開封会みたいなのができたらいいなっていう夢も一つあります。ボックスって抽選だったの？いや、そうなんですよ。いやもうだってもう私の森なんてもうポケモンのポの字もない、むしろなんかポケモンかなと思うような野生動物との出会い方しかしないんで、ポケカなんていうものはないのでね、やっぱネットからになっちゃうんですよ。なおのこと皆さんよりもねなかなか手に入らなくて、もうぜひ新しいボックスは抽選あさってほしいですお願いお願い。はい、という感じでございます。新しいリメイクだったりアルセウスのやつだったりね、なんかできたらやりたいなって思ってます。その時はトリパにしようかな。次、デレステ。これはアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージというゲームなんですけども、もう私見事にアニメを見まして、アニメから入ったタイプなんですけど、もうどっぷり使ってしまって、これね分かる人ならこの恐ろしい言葉が分かるんですけど、プラチナメダルの所持数が105枚になりました。はい、105枚です105枚。これなんで手に入るかってちょっと恐ろしいからあんまり言いたくないというか、なんか勘違いされてしまいそうな気がするんですけど、まあわからない方のために一応説明しておくと、このプラチナメダルっていうものはガチャガチャがあるんですけど、ガチャガチャの一番上の SSR っていうのを引いてかぶっちゃった時にもらえるメダルなんですよ。で、心臓が痛い。はい。なんかよくわかんないんですけど、なんでこんなにあるんだろう。なんでなんだろう。ちょっと私にはよくわからない。私にはよくわからないですね。これ以上良くないな。よし、はい。本当にね、どんなコンテンツも浅く広くやってるんでね、今後の配信でも、まあ、いろいろ浅く広くやっていけたらなーって思ってまーす。はーい。はい。
デレステはもう同じように推しとかはもうほとんどみんな好きなんですけど、かっこいいなっていうか、こうなんていうの、フクロウ的憧れはあるのが、リップスのメンバーのみんなになります。この前しきちゃんのねガチャガチャが出てて、無料の期間中だったのもあったんで回したんですけど、全然出なかったんですね。本当に何も当たらない、こういう抽選系とかガチャとかなので、浅く広くを心がけてこれからやっていきたいと思っております。あったかく皆さん見守っててください。はい、そしてですね、今こう自己紹介の動画で少しこうなんか分かりやすいのをピックしていくつかお話ししたんですけど、初配信の時にお話ししようと思っていたので、今ざーっとこう現時点から掲げているものだったり、叶ったらこういろいろ追加されていくものとかいっぱいあるので、とりあえず今こうノートに書いてあるものの一部をここに書かせていただいたんですけれども、夢とか目標がいっぱいあります。いや本当にね、カバンを落としてくれた方に感謝なんですけど、いや本当にね、この世界でやりたいことがめちゃくちゃあります。まずはね、皆さんにたくさん知っていただくこと、これが本当に今大事なので、いっぱい今日知ってください。そして、チャンネル登録10万人で銀の盾がもらえるらしいんですよ。銀の盾ですよ。見たことないんでね、ぜひゲットしたいところでございます。Twitter もなんかチャンネル登録者数10万人掲げるんだったら Twitter も掲げたいなと思って同じ数にしました。できるできないはさておきなのでね、ここら辺はさささと読みます。そしていつかぬるぬる動く 3D、 そして歌ってみたの投稿がしてみたい。これはね、何歌うかにもよるんですけど、なんかこうちゃんとなんていうのかな、皆さんにいつか歌が届けられるようになった時になんかやってみたいなって思ったものの一つなので書きました。で、このなんかとのコラボってだいぶアバウトなんですけど、例えばコラボカフェとか、あと何かここに横に書いてあるけど、ゲームのなんかとか、なんかそういうこういろんなコラボと交わっていきたいんですよね。めちゃめちゃアバウトなんですけど、なんかと誰かととか、何かのコンテンツととか、こうなんかの大きなやつととかなんかそういうのをやってみたいなって思ってます。あとはメンバーシップっていうなんかスタンプとか、あとこう名前のところにピョコってなんかつくなんかのやつとか、オリジナルのグッズ、オリジナルのソング、オリジナルの LINE スタンプ、そしてフィギュアになっちゃったり、雑誌に取り上げられちゃったり、地上波に載っちゃったり、うわー、もうできるできないはさておき、できたら嬉しいこといっぱい書きました。で、右はなんか私の目標、もちろんこれ全部私の目標なんですけど、私がこうなっていきたいみたいな、私のこう努力の部分っていうのもあって、例えば立って歌えるようになるとか人慣れするとか、誇れるフクロウになる、この辺は私自身の頑張りどころなんですけど、私ね、座って歌うことの方が多くて、立って歌うとなんかフラフラするんですよなんか羽でね、こう浮かれて飛んじゃったりするんで、落ち着いて立って歌えるようになりたいなっていうのがありますねで、あとはもう〇〇と言ったらやっぱ茅森でしょって言ってもらえるような、何かこう特化できるものが見つけられたら今後いいなって思ってます。なのでいろんなものチャレンジして、これいいなって思ったらそれ頑張って、〇〇って言ったら茅森だよねってなれるように頑張りたいと思います。あとはね、
お家に防音室を作る。いや、これは、本当の話で、夜、大きい声出しすぎると、本当に森なので、いろんな、生き物たちが反応しちゃうんですよね。なので、やっぱね、お家にね、防音室は、どうあがいてもね、周りの葉っぱで囲ってとかじゃちょっと難しかったので、これは、文明の利器を借りて、ちょっと防音室作れたらなって思ってます。はい。あとは、こう、やっぱね、ライブ開催だったり、こう、ファンの皆様との交流が何かできたらと思うので、こう、サイン付きの何かしたりだったりとか、あとは、私消しちゃったっけ？あ、そう、ファンとの交流会。これ、例えばこう、2分間だけ、直接お話しすることができますみたいな、なんかそういうのができたらいいなって思っていて、なんかこう、せっかく皆さんにこう知ってもらって、で、押していただけるっておっしゃってくださったのなら、なんかこう、誇れる推しとしてね、みんなにこう、もっともっとこう、押してくれてありがとうっていうのを伝えられるようになりたいなって思ってて、そうできたらいいなと思って書きました。これは今ね、こう、いろいろある中の一部なので、まあ、今後増えていったりとか、更新されて、じゃあ今度はこれやってみようとかいろいろ出てくると思うんですけど、まずはね、これらを掲げて頑張っていきたいなって思っています。飛んでっちゃうさ。あと、合いの手、そう。私ネット文化の、何ですか、なんか、ファイヤー、じゃーじゃー、ほんじゃー、うんなー、みたいなやつあるじゃないですか。なんか、あんな感じのがあったら、なんか、かっこいいなって思ってて、そう、なんか、それいつかね、こう、それこそ、なんか、オリジナルのソングとか、歌ってみたの投稿とかなんかしたとか、ライブの開催とかができたとかの時に、みんなになんかほうほう言ってもらえたら嬉しいなって思って、書きました。ぜひ、あったら送ってください。よろしくお願いします。そう、おたげ。ほうほうねえ、そう。いや、コール&レスポンスしてほしいんですよ。ぜひぜひお願いします。お願いします。では、ここからはですね、パパとかママとか、他の、こう、紹介っていうところになってくるんですけど、ちょっとこう、いっぱいお話私からしてしまったので、ちょっとコメントをね、ゆっくり見ていこうと思います。コメ欄にクロウがいる。ほんとだ。ほうほう言ってる。大丈夫？それ人間界で私がほうほう言う分には違和感ないけど、みんながほうほう言う分には心配されちゃわないですか？大丈夫なのかな？まあ、大丈夫か。ほうほう。あ、タグとかはこの後お話しします。ポケモンの、そう、ポケモンにはほうほういるんですよね。色違いがすごく好きなので、色違いとかに出会ってみたいなって思います。ねえ。急に、はしご外さないで。ほうほう。ほうほう。知りませんよ。私のせいにされても、ちょっとさすがに今日知ってくださった優しい方とは言えど、さすがにちょっとご家族の方とか身内の方に私どう説明したらいいのか。私も今日ここに来たばっかりだからちょっとまだわからないんですよねっていう謎の会話で終わりそう。逆にそちら側の世界のことを教わる人間なんだよな。ちょっと厳しいかもなんですけど大丈夫かな。ねえ、さすがに難しいね。というわけでみんなが本当にフクロウになる前に、では次のね項目に移っていこうと思います。はい、ツイッターで事前にお知らせしたところもあるんですけれども、
私をですね、ここの世界に連れてくるためにですね、産んでくださったママ、そして、私を、こう、たくさんすくすく育てていただき、こんなにもいっぱいね、動けるようにしていただいたパパの紹介をさせてください。まずはですね、深井ママから、深井ママはね、なんかね、もうママを通り越してね、森の妖精感あるんよな。森の妖精さん感あるんですけど、今回ですね、素敵な、こう、私をね、産んでくださったのもあるんですけど、それ以外にもですね、キービジュアル、そして、ロゴ、これ、見えますこの、私のこの左下にある、ちょっと待って、私ね、ちゃんと矢印用意したんだ。よいしょ。これとですね、あと、この配信画面も、なんと作っていただきましてですね、本当に感謝しかないです。もうすっごい素敵なデザインで考えてくださって、で一緒にね、これ、こういうデザインでどうかなって、こう、いろいろね、こう、私が言うわがままにもたくさんね、こう答えてくださって、本当に感謝しかないです。ありがとうございます。そうなんですよ。で、ののんパパはですね、こう、深い、妖精、なんて言ったらいいんだろうな。深い妖精さんが、よし、産むぞってなった時に、パパがね、しっかりと受け止めてくださって、こう、私が、こう、生まれたてで、言ってるのを、じゃあね、ここはこうしておこうね。羽は、しっかりと、こう、大人になった時伸ばせるようにね、こうしておこうね、とか、なんかそういう、こう、細かいところたくさんしていただいてね。産むぞって言った時にね、たくさんね、いろいろやっていただいて、この後、こう、ののんパパがね、私がちっちゃい時に、こう、これが、で、これがいいでね、とか言って、こう、いろいろ教えてくれた、表情だったりとかっていうのをお見せしたいと思いますので、また後ほどお話ししたいと思います。本当にありがとう。見てるかな？もう、こんなにも後でじっくり動きたいと思います。ありがとうございます、本当に。そしてですね、今、こうやって後ろで流れてる、BGM があると思うんですけれども、じゃーん！なんとですね、この BGM は、ハムさんに今回ですね、オリジナルの曲として作っていただいておりまーす。すごーい！本当にすごい！で、これ、実は、オープニングが今ずーっと流れてるんですけど、エンディングもありまして、今からね、エンディングの方を配信の終了まで流していこうと思うので、よかったら聞いててくださいね。でも、その前に、オープニングちょっと聞いてほしいんですけど、これね、よーく聞くと、フクロウの鳴き声だったりとか、あとこう、オープニングはね、こう、朝っぽい感じで、作っていただいて、エンディングは、こう、夕方とかなんかこう、そろそろ帰らないとなって思うような感じの曲にね、仕上げていただいております。で、今オープニングなんですけど、エンディング流しますね。よいしょ。よいしょ。はい。というわけで、流れてるかなこれ。どう？こっちがね、エンディングになります。いやー、もう本当にすごい。こっちも、フクロウの鳴き声だったり、こう虫が鳴いてるような、コロコロコロみたいな感じのね、鳴き声したりとかするのでね、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。でも本当に素敵。私、フクロウの鳴き声と、あと、そのなんかこう、朝と夜間お願いできますかっていうお話だけしかしてなかったと思うんですけど、こんなにたくさんね、
同居人がちょっと待ってくださいね。よいしょっと。この時期寒いからね、森から来るんですよ。よいしょ。仕方ないから家を譲ってあげてるんですけど、最近ズうずうしくなったんでね、時々遊びに来るかもしれません。ちょうどこの素敵な BGM に惹かれてね、遊びに来たのかもしれない。よいしょ。めっちゃホーホー言ってる。でしょ？そうなんですよ。譲ってあげそう。最近ね、本当に皆さんの世界も寒いのかな。こっちも結構冷えてて、なんかね、やっぱあったかい場所、あんまり森の中だとね、こう穴ぼこだったりとかそういったところにしかなくって寒いみたいなんですよね。まあしょうがないからね、仕方なくですよ。まあ時々こう狩りをね手伝ってくれたりもする仲間なので、まあ仕方なく譲ってあげてるって感じですね。はい。でね、そう、お話戻るんですけど、本当にね、こう、朝と夜間でとかそういうのしか伝えてなかったと思うんですけど、こんなにね、素敵な BGM 作ってくださって、で、さらにね、私、思わず、ポエマーみたいな感じの送り方しちゃったんですけど、ほんとこの BGM は、こう、なんだろう、目を閉じるとね、こう日が沈んで、そろそろほんと帰らないとなって思うような BGM にしてくださってると思って、初対面なのにね、なんかめちゃめちゃポエマーに送っちゃって、私はどう思われてるかちょっと心配してますこれからね、このオープニングとエンディング、配信の開始と配信の終了に必ず流れますので、よかったら皆さんもね、癒されてってください。いや、ほんとすごいよね。ほんとにすごい。ポエット。ポエットになっている。はい、これからはこのエンディングの BGM を流しながらいきたいと思います。本当にね、ありがたい限りですよ。そして、ご紹介は以上になります。次からは、配信で決めたいと言っていたタグなどについてお話ししていきたいと思いますので、ここからは皆さんのお力が必要となります。よかったら、手が空いていたら、お力をお貸しください。よいしょ。まずは、推しマーク、そしてファンアート、イラストと、ファンアート、イラスト以外で見てほしいものの3つをいくつか候補を挙げて考えてまいりました。で、推しマークなんですけど、フクロウと赤い本にしようかなって思っています。マシュマロとかにもね、たくさん、このファンマークどうですかって候補いただいたんですけど、いろいろ悩んだ結果、横にね盛り付けるのもありかなと思ったんですけど、このね赤い本つけようと思っています。で、なぜかっていうと、ちょっとこれからお出ししようと思うんですが、私ですね、よいしょよいしょ、ほい、ちょっと待ってくださいね。こうしてはい、見えます私いつも植物のメモをするために赤い本を実はね持ってるんですよ。私ちょっとねキービジュアルのお写真だとお腹のところに置いちゃったから分かりにくかったかもしれないんですけど、赤い本を常にね持っていまして、その関係でもし推しマーク皆さんがいいっておっしゃってくれるんだったら、フクロウと赤い本がいいなって思ってまして、この2つを用意しました。はい、よいしょ。このね推しマークはフクロウって調べると出てきますので、よかったら調べてみてください。はい、
ってわけで戻ってまいりました。でね、袋だと多分袋だけの確かつけてる方もね、どうやらいらっしゃるっぽくて、もしかしたら多分こっちの方がいいのかなって思うんですけど、ここは意見が分かれるかと思うので、なんかね、アンケート機能がね、どうやらあるらしいんですよ。ちょっとアンケートをしてみようかな。よいしょ。と思います。ちょっと待っててくださいね。推しマークは袋にする？袋本にする？はいは袋、いいえは袋う本。あ、なんだこれ。袋うとかやったら、はいとかいえとかいらないじゃん。じゃあ、こうですね。はい。では、これで、コミュニティに質問するをしました。はい。見えますでしょうか、皆様。推しマークは袋にする？袋を本にする？のアンケートを開始しましたので、もしよろしければご参加してください。お願いします。押して押して。おー。あ、もう本、やっぱこっちかな？こっちが多そう。こっちが多い感じしますね、これ。回答してありがとう、見てるよ圧倒的。そうですね。やっぱ、こっちっていうよりかは、こっちなのかなって思いますね。わかりやすい。確かに私ってわかりやすいかもしれないですね。はい。ご投票ありがとうございます。では、アンケートの方を終了させていただきまして、では、決まりました。推しマークは、フクロウと、本でーす。わーもしよろしければね、今日から、Twitter の名前の横だったりとか、あとなんか、こういうマークって今、こう、T シャツとかに作れたりね、靴下につけられたりするっぽいところもあるので、なんか、つけたいなと思ったところにね、いっぱいつけてくれたら嬉しいです。私も今日からつけまーす。やったー。お願いします。では次。ファンアート、イラストですね。これ3つ用意しました。エマってね、名前の方結構やっぱいらっしゃるので、なるべく、こう、あんまりこう、なんていうのかな、似ないものもいい。なんかこう、被るはもちろんご法度で、似ないものもいいなと思ったんで、この3つを作ってみました。かやもりアートと、エマエットと、シュウェアートの3つです。どれがいいかな？これもアンケート取ろう。よいしょ。ファンアートは、よいしょ。結構悩みますよね、これ。よいしょ。みんなもね、悩むと思う。結構ね、いいセレクトだなと思ったんですよ、自分で。よいしょ。でね、シュレットはね、もうあったんでしょ。そう。結構ね、ここまで絞るの大変だったんですよ。シュエアート。でもスペルが合ってるかな。では、よいしょ。こちら、ファンアートのアンケートを開始いたしました。おわ、すごい割れてる。
どれがいいか皆さん押していただけたらと思います。うわ、かやもりアートとエマエットが接戦なんだけどどれがいいでしょう。こっちとこっちで今いい感じ。あ、落ち着いたかな。落ち着いたっぽい。エマエットが 52% 割れてますね。エマエットは入力しやすそう。英語が苦手確かにそうですね。あ、しかもまた1%増えた。ではカンカンカンカーン。それでは決まりました。ファンアートはこちらエマエットでいきたいと思います。わーありがとうございます。いいですね、エマエットにしよう。ひらがなはわかりやすい。確かに。では続々といきましょう。続きまして、ファンアートイラスト以外で見てほしいものは、例えばこれイラスト以外のファンアートって何ぞって話なんですけど、小説だったりとか音楽だったりとか、なんて二次創作のものなんだけどイラストじゃないものっていうのを、作品なので同じくファンアートというくくりにしてイラスト以外でタグを分けようと思っています。で、あとプラスでなんかこう、かやもりこの植物面白そうだぞみたいな、あるかな私結構植物詳しいからあれだけど、なんか例えばこう面白いゲームが出るんだよとか、あとなんかこうなんていうのかな、面白そうななんかこう袋見つけたぜみたいな、なんかそういったものとか、なんかそういなんかあったらこう配信のタグとは違うもので多分作った方がいいかなと思ったのでちょっと分けさせていただきました。こっちは割とこうまとめてみたいな感じですかね。なのでこちらもね合わせて決めさせていただけたらと思います。はじめまして。はじめまして。今日が初配信です。よかったら推しにしてください。よろしくお願いします。イラスト以外のタグなんていうのかな、ファンアートイラスト以外はよし、これでいきましょう。今見てかアンケート便利だねこれ。シュレットね、こちらお願いしまーす。よいしょ。はい、こちらでございます。ファンアートイラスト以外のタグどちらがよろしいでしょうか。今見てかシュレットねでお願いしますシュレットねかやまりー森久保みたいになりそう。おお、結構接戦だ。こっちになりそう。結構競ってるね。結構競っている。落ち着いたっぽいかなというでもいい感じというわけでカン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 カーン。よし。ではファンアート以外のものはこちら、シュエットねで行かせていただきます。ありがとうございます。これは接戦でしたね。ではなかなかいいタグができたんではないでしょうか。ありがとうございます。では、ここのページで決まったものは、推しマークはフクロウと本のこちらのマーク、ファンアートイラストは、エマエット、ファンアートイラスト以外で見てほしいものはシュエットねで行かせていただきます。ご協力ありがとうございます。実はですね、もう一個あります。もう一個。よいしょ。こちらは生放もう見にくく作っちゃったね。ごめんなさい。これね、今回はね、ここで分かれます。生放送タグ
これ今はかやもり初配信でやってるんですけど、今後の生放送のタグを考えたいと思っています。それがシュエッタイム強引だけど、それと、かやもり、生配信、初が生に変わっただけですね。あとはもう名前だけっていうこのシンプルなやつにしようかなっていう感じですね。どれがいいかなって英語は間違えそう。いや、そうなんですよね。さっきおっしゃってたから、それ。多分決めにくいかもしれないかなと思って。どっちがいいでしょう。よし、聞いてみよう。アンケートがやっぱね、正解を出してくれるんだ、こういうの。生放送タグ。よいしょ。確か名前だとね、宣伝効果あるかもしれないけど、どうなんだろう。でもこう、生放送となるとね、難しいよね。生配信。はい。アンケートしました。お願いします。確かにな、かやむりもかやでまた間違えちゃいそうではある。わー、すごい一気に変わったよすごい、シュエッタイムが最初だったんだけどね、かやもり生配信が上になりましたね。ひらがなにしたら、おい、天才がいるぞ。天才がいるぞ。かやもりをひらがなにすればいいってことだよね。お、天才だ。それいいのでは？わかりやすいのがいい。天才だね。あ、ひらがなの、ちょ、待って。じゃあ分かった。ひらがなでやってみるか。ひらがなだったらどっちもいける。確かに。間違えた。生配信。こういうことでしょ？さあ、ひらがなバージョンになりました。これなら間違えないし難しいことも考えなくてよくなるけど、あ、その場合はこっちみたい。シュエッタイムが上になりました。おー、ひらがなだった場合はこっちなんですな。あ、わかりました。すごいね。このひらがなだけでこんなに変わると思ってなかった。ありがとうございます。じゃあ、これで決定しましょう。カンカーン。ありがとうございます。では、生放送タグはひらがなでのシュエッタイムにしたいと思います。IQ が低そうまあ。わかりやすいのが一番ですよね。で、あとこれは、始まりと終わりの挨拶、私が決めてもいいんですけど、せっかくだったらみんなに聞きたいなと思って聞こうと思います。どうやらね、VTuber たるもの、始めの挨拶か終わりの挨拶があると、やっぱ始まり終わり方ね、こう、きちっとするらしいので、おはしゅー、おつしゅーっていうか、おはえとかおつえとどっちかにしようかなって思っています。どっちが、なんかみんなも多分コメントとかで言ってもらったりするだろうから、どっちがみんなはしっくりくるかなと思ってちょっとアンケート取らせてください。シュか、とか。どっちがしっくりきますかね。よいしょ。これでお願いします。お、割れてる。結構割れてる。種の方が巣より用心語感ある。私って、俺、フクロウと人のハーフで来たけど、もしかして、赤ん坊に戻ろうとしてるそんなことないよね。かなー。おはツイート。
トはエンドに通じる。ああ、すごい。ダブルミーニングだ。なるほど、確かに。お箸とおつえっともいい。あ、やばいやばい。組み合わせが無限の可能性ができちゃうよ。でも統一した方がいいかなと思うので。はい、カンカンカーン。ありがとうございます。では、とりあえず、一旦、初運転はこの、オハエット、オツエットで行きたいと思います。で、しばらくやってみて、これはちょっとと思ったら、こう、合わせ技とかも考えましょう。よし、というわけで、決まりましたー。やったー。生放送のタグは、シュエッタイムひらがなで、始まりと終わりの挨拶は、こっちのエットの方でいきたいと思います。はー、よかった。今日決めたいのが決まってよかったです。ご協力ありがとうございました。一人だとね、やっぱね、何がいいかなってわかんなくなっちゃってたからよかった。ありがとうございます。そのじゃないよ。決めるものは以上になるんですけど、皆さんね、気にされてるのが、じゃあ、私たち、僕たち、俺たち、おいどんたち、わいらたち、わしゃたちは、なんて名前になるんだろうってね、思ってる方いらっしゃると思うんですが、すみません。それだけはこちらで決めさせていただきました。私調べだと被ってないと思うのですが、ファンレーションは、野ネズミさんで行かせていただきたいと思っています。みんなだったら、今日から押してくれる皆さんだったら、多分ね、ちょっと食べてもまあ、大丈夫かなって思ったね。思ったので、ファン名称は問題なければ、野ネズミさんとさせていただけたらと思います。でね、ネズミって調べると、アイコンが、絵文字がいくつかあるんですけど、野ネズミってね、茶色なんですよ。なので、茶色と白のなんか、あ、これ、ネズミさんっぽいのあるなと思ったらね、どうやらハムスターだったみたいで、ちょっとね、ファンの推しマークまでは私で決めるのはやめておこうと思ったので、まずはファンレーションだけ決めさせていただきました。もしなんかどうしてもつけたいよって方がいたら、なんかいろいろ出てくるので、好きなネズミさんをね、つけていただけたらと思います。はい。一旦こうバーっと決め事もたくさんさせていただきましたが、ちょっと一息つきましょうか。いろいろと私もお話しすることばかりでコメント読めたりしなかったのでね。ちょっとお茶を飲ませていただきます。首は360度回りますか？この状態で首回ったらびっくりするでしょ？フクロウの状態だったら違和感ないかもしれないので、さすがに人間を驚かせるようなことはしません。皆さんもここまでね、たくさん話ついてきてくださってお疲れてないですか？大丈夫ですか？すいません、だいぶ飛ばしてというか、ペラ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 ーって話しちゃったかもしれません。ではですね、ちょっと休憩をしながら、本当はね、私が考えた台本だと、ここでね、ここ好きポイントの紹介をさせていただく予定なのですが、結構ね、コメントチラチラ見てると、これどうなんだろうとか、あれ気になるなーってものいっぱいね、まだまだあるかと思います。
なのでちょっとね、ここ好きポイントを一回ちょっと飛ばして、おそらく皆さんが気になっているところも出てくるであろう、ちょっとマシュマロ読みのコーナーをね、ここで急遽挟みたいと思います。ちょっと休憩の感覚で、そのまま聞いてていただけたらと思います。よいしょ。もぐもぐするよ。はい。はじめまして、こんばんは。名前の由来が知りたいです。あと、子さんになりたいです。というマシュマロをいただきました。本当にありがとうございます。いや、もう子さんにはなってほしい。もう今だったらサイコさん名乗れるんでね。もう皆さんも名乗ってほしい。もうサイコさんとか子さんになるには、もう今日からずっと押し続けなくてはならないということにもなるので、皆さんはね、このままずーっと押していただいて、で私はずーっと押してもらえるように頑張るのでね、ぜひぜひなっててください。名前の由来が知りたいということなんですけど、実はですね、茅森エマっていうのは、こちらの名前、こう世界に馴染むためにね、つけた名前で、やっぱこうみんなフクロウって聞いたらやっぱ森に住んでるっていうイメージなのかなと思って、森にまつわるね、柏の木っていう木があるんですけど、それと、森を合わせてつけた名前になるので、特に深い意味っていうのは特にないです、正直。なんですけど、エマ・シュエットっていうやっぱ本名の方には、もういっぱい思いが集まってます。今日ね、ちょっとそれをお話ししようかなって思います。エマって結構こう、人間の皆さんもつけてる方いらっしゃると思うんですけど、エマってね、ゲルマン語で宇宙っていう意味があるんですよ。で、こう、それとね、あとね、多彩とか博識とかそういうね、意味もね、含んでいるんですよね。やっぱフクロウって博識とかね、やっぱこう多彩というかこう森の賢者みたいなイメージあると思うので、それとねこうエマっていうその意味っていうのはすごくぴったり合うなっていう部分でエマがついたんですけど、シュエットっていうのもですね、実はフクロウっていう意味があるんですよ。知ってましたか？多分ね、調べたらね、出てくると思うんですけど、それとね、合わせてエマ・シュエットって言います。そうなんですよ。あとね、エマ・シュエットのエマっていうのは、こう、皆さんの世界にあるね、こう、エマってあるじゃないですか。絵に、までエマ。ちょっと、語彙力があれなんですけど、そう、それもね、こう、なんていうのかな、願いをこう、叶えるとか、その、願いを書くためのものなんですけど、こう、やっぱエマっていう存在が、皆さんにとっても、私にとっても、こう、夢を叶えていく存在になれたらなっていう部分があったので、エマ・シュレットという名前をいただいております。いやー、素敵。パパママに感謝ですね。産んでくれたね。私を産んでくれたフクロウと人間のパパママに感謝です。素敵な存在になっていけるように、私はね、その名前を受けたので、もうこれからはもういっぱいみんなと一緒に夢を叶えていけるような存在になれるように頑張りたいと思います。ありがとう、マシュマロくれて。ありがとうございます。では次のマシュマロもぐもぐしますね。次のマシュマロはこちら。お酒は飲めますか？飲めたらまた、晩酌配信したいです。君がするんかな？君がするのかはしたいんだな？したいのか、そうか。私は、お酒はね、飲めるので、お付き合いすることはできます。でもね、お酒は実はすごい弱くて、そもそも森にね、アルコールなんてものはなくて、街に行ったらね、こう時々宴だなんだで売ってるのをね、面白半分に買って、うわー、こんなのが美味しいのかってやってるぐらいなんですけど。もし、私がしてほしいっていう意味の、あれであれば、一応お付き合いはできます。ただ、めちゃくちゃゆっくりだと思う。
りね、あんまりで酔ったらね、わかんない自分でセーブできるフクロウなので、あんま飲みすぎるっていうことはしたことがないし、やばい、これも体にアルコールが来てるなって思ったら止めちゃう人なので、あんまりね、自分が酔ったらどうなるとかっていうのを理解してないので、そういう意味では知る楽しみみたいなものはあるかもしれないですけどね。なんかそういう日が来たらやってもいいかなって思いますはい、ありがとう。わかんない。このマシュマロの人がやるときはわかんない。私が呼ばれるかな、呼ばれるのかなしたいって言ったからね。次のマシュマロいきます。Does Emma know any English? っていうことなんですが、もちろんね、日本のお住まいの皆さんだけじゃなく、このインターネットというものはね、グローバルなところだと思います。やっぱこうしてフクロウがね、配信しててもおかしくない世界なので、頑張ってですね、英語の、挨拶を、手紙書いたんでね、ちょっと読ませていただきますね。Hello, nice to meet you. I'm Emma Schwed. I'm half old and half human. I'm making my debut today. I can only speak a little English, but hope we can get along. Nice to meet you. はい。アリトルイングリッシュが肝ですね、ここは。この話の最大のオチはアリトルイングリッシュが最大のオチです。はい。なるべく、英語のコメントにもね、反応できるように頑張ってまいりますので、何卒ナイストゥミートゥです。よろしくお願いします。はい。次行きたいと思います。やりきった感がすごい。こちら結構気にされてる方、今のコメントにもいらっしゃったので、先にマシュマロを読んだ大きなきっかけなんですけど、二次創作のガイドラインはありますかっていうマシュマロをいただいております。ありがとうございます。二次創作ガイドラインというか、茅森エマのガイドラインですね。二次創作を含めたものは、実は用意させていただきました。なんですけど、今先に公開してしまうと、ファンアートのタグとかがね、ちょっと名前決まっていなかったので、今日さっき決まったばっかりなんでね、この後、しっかりと今決めたファンアートタグなどを、ちゃんと記した上で、この後ガイドラインを発表させていただきます。これから二次創作を楽しんでいきたいよーっていう方はですね、必ずそちらご一読いただきまして、たくさんのね、二次創作、ぜひよかったら茅森エマをね、いっぱい書いたりとか、なんか作品にしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ごめんね、そう、ファンアートの名前とかを先にね、決めて、それを反映させないといけなかったので、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、考えて、もう、すぐ出せるような状態ではありますので、もう少々お待ちください。ありがとう。はい、次。そして来ました。チャームポイント教えてください。よし、いい流れじゃないですか、これは。ではね、この流れのまま、チャームポイントのお話をしていきたいと思います。よいしょ。来たよー。ではね、ここ好きポイントいっぱいあるんで、ね、発表していきたいと思います。ちょっと私大きいかな、いっか。よいしょ。うわー、よいしょ。まずはですね、やっぱね、このここですね。これ、わかりますか？
かこれはよくお耳って言われるんですけど、これね、耳じゃなくてね、うかくっていうのかな、羽にかくと書いてね、これ耳じゃなくて羽みたいなところなんですよね。ここここはすごく好きです。ここかわいいでしょ。そうなんですよ。でね、この横のここもね、実はね、羽の一部になってます。こう髪かなって思う方いらっしゃると思うんですけど、実はね、これは髪の毛っぽいんだけどね、実はね、こう羽なんですよね。このね、お耳、ここが耳、私の私のここが耳です。よくね、人とあと何かのハーフの方って人のお耳はついてるんですかっていうご質問、なんか結構こう、なるほど、こう先にね出てるハーフの方々ってそういう質問をね、人間の皆さんからされるんだっていうのを参考にしたんですが、私はね、これが耳なので人の耳はないです。ちゃんと音も聞こえますし、なんだったら皆さんよりちゃんとよく聞こえております。はい、上だと思った。上じゃないんですよ。ここが耳です。耳まず耳毛っていうのが正しいな。耳毛っていうとなんかちょっとあれなんだよなはい、ここ好きポイント。あとね、やっぱね、こうなんだろう、するとわかるんだけど、目、やっぱフクロウってね、結構目みんな綺麗なんだけど、で私もね、人の姿になった時に目ね、ちょっとこう人に寄っちゃうかなと思ったんだけど、綺麗なね、人の目で人の姿になれてよかったなって思うので、目もここ好きポイントの一つです。かわいいよいしょ。じゃあどうやってメガネかけるのって。いや、メガネはちゃんとその耳に合ったやつじゃないといけないので、人のメガネはつけられないですね。特注じゃないと無理かも。続いてですね、この、わかるかな、もう頭の先からつま先まで今日は自慢しますよ。もう進行具合とか気にしないから、私今日はこのね、サラサラの髪の毛と、あとここのね、宝石のキラキラ、見てください、これ綺麗でしょ。なかなかこんな綺麗な宝石手に入らないんですよ。貴重な宝石をね、大きいのをね、胸元にあしらっちゃいましたどうですか、どうですか。光ってるでしょ、眩しいでしょこれはめったに手に入らないですよ。あとはね、このね、ネクタイもすごく好きポイントなんですよ。このネクタイ実は、私よくその、本でね、植物を学ぶって話したので、常に本持ってるって言ったんですけど、ここのですね、ネクタイも実は、万年筆の、形になってる、ね、こだわってる部分なんですよ。わかりますかこれ。かわいい。よーく見るとね、万年筆になってるのわかりますか。そう、ここがこうペン先になってるんですよね。で、これがね、ネクタイになってるんですよ。かわいい。ここ好きポイントです。あとは、この、両方のね、ゆらゆら揺れるここのフリルもね、ポイント高いんですよね。このまま、このままね、下に行きますと、うわーこれね、よいしょ。よいしょ。わかるかな。私、爪にね、ネイルしてるんですけど、爪が弱くてですね、常にこう、フクロウっていうのはやっぱり、こう、爪を大事にしなくてはならないので、こうちゃんとね、普通のフクロウと同じぐらいの強度になるように、ね、ネイルをさせていただいております。で、あとこれよく勘違いされてたんですけど、これスカートではなくですね、ショートパンツになっております。よいしょ。かわいいでしょ。フリフリするとね、揺れるんですよ。よいしょ。
ですよね。あと足、羽も今日は綺麗にね、ブラッシングしたんでめちゃめちゃ綺麗です。よいしょよいしょ。本にもこう、フクロウのね、マークが書いてあったり、あと私が、ここ大事だなって思ったところを付箋させていただいております。よいしょ。あとさっき、少し、ね、資料でお見せした靴ですね、靴。よいしょ。やばい、私、まみってないかこれ大丈夫かまみってないかな。まみってないですよ。ちょっと飛んでるぐらいな感じですよ。靴もね、フクロウの、その、元の姿をちゃんと人でもわかるように、こう、オマージュというか、作っていただきました。1話でまみってる。よいしょ。全体でお見せすると、こんな感じです。わー。羽はね、今は畳んでるんですけど、大きく広げることもできますよ。どうですか？いっぱい写真撮ってくださいね。よいしょ。そうなんです。フクロウの種類というかね、やっぱ鳥って結構足しっかりしないと舐められるんでね、鳥の世界で。よいしょ。かわいいでしょう。全身はこんな感じになっております。いっぱい可愛いポイントあるんですよ。ここにね、ちょっとしたレースが入ってたり、靴のね、黄色いとこ行きがちなんですけど、この白いね、その、つま先の部分だけある白い部分だったりとか、あとやっぱこのネクタイ可愛いですよね、このネクタイ。めちゃめちゃ可愛い。はい、戻ってまいりました。わー次はね、お顔になるんですけども。なんか、皆さん、そうだな、今日初めましてなんですけど、よかったら、いっぱい褒めてもらえませんか？かわいい。うわーかわいいです。嬉しい。いやーでもやっぱちょっと恥ずかしいな。なんかほてってきちゃったかもしれない。ありがとう。とか。あとは、そうですね。自己紹介の投稿が終わった後、ツイッターの方で載せたんですけど、みんながね、なんかひどいこと言ったら私、すねますから、そこもね、やっぱ、今のうちに分かっててほしい。いやー、さすがにね、そんなね、初配信からみんな怒るようなことはしないと思うんだけど、でもやっぱな、みんなわかんないからな、突然本性を表して、いや、野ネズミなんだけど、実は、鷹だったわ、みたいな感じでね。って。獲物を奪い合う仲になっちゃうじゃないかってなるかもしれないんだよ。その時はムッとします。でもね、やっぱね、なんだかんだみんなは、今日私のことを知ってもらって、野ネズミとしてね、仲間に加わってくれると思うんで、まあこれも、賢いね、フクロウの戦略が、しめしめと皆さんのね、心の中に残ったんじゃないかなって思うんですよ。ふっふっふっふ。どうなんですかね、実際のところ。でもこれでもう野ネズミになりますって人いっぱい増えたと思うんですよね。ということは、森が潤って美味しいご飯が増えて、それは夢のようだ。これはしばらく食には困らなさそうですね。なんてね。こんな感じでお目目をキラキラさせることもできます。美味しいご飯には目がないんで。そして、まあでも、可愛
野ネズミさんがいたらどうしようかな。ちょっと食べるのもったいないかもしれないな。いやーでも可愛く命乞いしてくれたら今日のご飯じゃなくてもいいかもしれないかななんてねなんてこともできちゃうんですよ。まだまだ他にもいっぱいできますよ。いや突然な逃げ出したりなんてしたら絶対に許しませんからね。おこですよ、おこはあ怒った。許せなー。何でもする何でもする。本当に何でもするんですか。かわいい。反省してないなこれ。許せないな。もう逃げないって誓えますか。今誓ってください。今日初めて知ったばっかりだけど誓ってくださいよ。許す違う。誓います。誓うならしょうがないですねなんてねこともできますし、なんだかんだ言って今日初めて知り合ったけど人見知りだし、そもそも人に会うの初めてだし、配信も初めてで不安だし、こんな私でも押してくれるのかな。どうなんだろうな。押してくれますか。知ってくれますか。もっと拡散してもっといっぱいのネズミさんを増やしてくれますか。増やしてくれたらちょっとどうしようかな。まあ特別な美味しいご飯にでもしてあげようかななんてなんてね。まあフクロウなんでね、人の表情はいっぱいと覚えましたよって感じですかねいかがでしたか皆さん。私割とこの体馴染んでるでしょやっぱり食べるんだって。まあそりゃ美味しければ食べますよね。まあ冗談ですよ、冗談。さすがに初対面で食べたりはしませんから安心してください。よいしょ。美味しくね料理してから美味しく、いや仲良くなってからねいただきますから。ずっと一緒にねいますから大丈夫ですよ。何の問題もないです。はい何の問題もないですね。というわけでここ好きポイントと、いろいろと人の頑張って覚えた私の表情を見ていただきました。いかがでしたか。よいしょ。公式ポイントを消して、よいしょ。私ここでいいかなここでいいか。気づけばもう1時間半ぐらい喋ってるんですね。わあ、あっという間だったな。というわけで今日の紹介というか、自己紹介と、うわ大きくなっちゃった。よいしょ。あとみんなで一緒に決めたことだったりとか、あとはみんなにお披露目だったりっていうのをさせていただきました。楽しんでいただけましたか。私のことを知ってくれましたか。まだね、いっぱい知ったっていうわけじゃないと思うんですけどいっぱい知ってくれたかな。
自己紹介の動画の時よりは多分知ってくれたはずです。もし今日初めて見てくださって、よし、そうでもいいし、まあちょっと見てやるかぐらいでもね、私すごく嬉しいので、よかったらこれからもお友達に、まずはお友達になってくれたらとっても嬉しいです。じゃあ次ね、いつやるのって話なんですけど、よいしょよいしょ、まあそう言うだろうと思ってよこしょ考えました。こちらがまだちょっと仮なんですけど、スケジュールでございます。明日からですね、もうやっぱみんなにいっぱい知ってほしいので、いっぱい配信しちゃおうかなと思って考えました。ジャッジアイズを明日の10時から初めてのゲームなんですけどやっていこうと思っていて、3日目の雑談、やっぱね、アニメって3話まで見ようみたいな感じだと思うんで、とりあえず雑談はね、26日に入れました。で、27からはリングフィットアドベンチャーで、森的足腰鍛えてる私のね、どれだけできるか楽しみたいと思う方いらっしゃると思うんで、そこで体力見てもらって、28日はちょっとお休み、29日は先ほど話した APEX をちょっとカジカジして、ジャッジアイズの続きをその次の日、31日10月の最後は、雑談をして、振り返りができたらなって思っております。こちらもね、Twitter とか YouTube とかに載せていこうかなって思いますので、もしよかったらまた明日から遊びに来てくださるととても嬉しいです。よろしくお願いしまーす。はい。そんな感じでございました。よいしょ。どうだい？だいたいみんなが気になってるところを先にね、ピンポイントで押さえられて、今日は発表とかお話できたんじゃないかなって思ったんですけど、みんなが多分気になってるのは二次創作のそのガイドラインがどうなんだろうなってところだと思いますので、今日の配信が終わり次第ね、ちょっと急いで皆さんに見ていただけるように準備して発表しますので、お待ちくださいね。よいしょ。はい、そんな感じでございました。いやー、開幕すごく緊張していて、なんかもう全部羽とかの毛抜けそうと思ったんですけど、皆さんにこうしてね、今日はいっぱいお話できて本当に楽しかったです。配信ってこんな感じなんだなっていうのをね、感じられましたし、これからも楽しく配信できそうだなって思えたんでね、いやー、また明日から皆さんに会えるのを楽しみにしております羽プチですね。抜けそうだった。本当にね、心臓の音がね、何もしてなくてもね、聞こえてたんですよ、ずっと。やばい、緊張してる。これは緊張だと思って、ドキドキしてたんですけど、実際始めてみてね、皆さんが温かく迎えてくださったので、本当に最後まで楽しく今日は配信デビューすることができました。ありがとうございます。耳がいいから、それはあるかもしれないですね。今日は私がね、いっぱいお話ししてしまったこともあるので、明日からとかはね、皆さんのコメントをね、読みながらまったりやっていけたらなって思っております。今日はあんまりこまめにコメント拾えなくて、ごめんね。後から見返すので、いっぱいコメントしてくれて本当にありがとう。しっかりできてた。よかった結構緊張してたので、よかったです。では、良きところで、これ以上ね、話してるとずーっと朝までなっちゃいそうなので、今日はこのくらいにしておきましょう。いやー、本当にたくさんの方に見ていただいて、そしてたくさんの方がね、野ネズミさんになっていただいて、いやー、これから食事がとっても楽しみですではまた次の配信でお会いしましょう。お疲れ様。おつえっとでした。またねー。